では性格とは何をどのように考えればいいのか、またその性格を変えることはできるのでしょうか。こんにちは、野村整骨院院長の野村明夫です。はい、本日は自律神経と性格の関係についてお話しします。そもそも性格が悪いから、性格に問題がある、だから自律神経が乱れて様々な症状が出るんじゃないか、そんな風に考えがちかもしれません。そんな性格を直せば自律神経も整って体調も良くなり、ストレスもかかりにくくなるんじゃないかと思われる方も多いと思います。ただ性格に焦点を当てると見誤る可能性が高いということは以前の動画でお話ししたと思います。しかしそうは言ってもですね、性格が気になるとどうにかしたい、どうにかならないのでしょうかという質問をいただきますので、本日は性格と自律神経の関係についてお話しいたします。では性格とは何をどのように考えればいいのか、またその性格を変えることはできるのでしょうか。結論から申し上げますと、性格を変えることは可能です。しかもどなたでもできる方法があります。まず性格とは何かですが、性格とは幼少期の最善策です。習慣化した行動パターン、反応の仕方、防衛の軌跡と言われています。人は生まれて育ちですね、ここで生まれて、そしてここでおぎゃーと生まれて、そしてずーっと育っていって、こう現在がありますね。人は生まれて、ここで生まれてずーっと育っていきますね。そして現在があります。このようにその間にですね、その間に環境や人のさまざまな影響を受けて育ちます。この時にずっと学びながら成長していくのですが、最も快適に生き延びるために人はあらゆる方法を、どのように人に接すればいいか、どのように立ち振る舞えばいいかを学びます。そして小さな成功体験を重ねて生き残るための術を、スキルですね、を獲得します。その生き抜く術、サバイバル技術を性格と言います。さまざまな意見もあると思います。この答えに疑問に思われた方も多いと思いますので、もう一度説明いたします。人は皆一生懸命生きています。そしてさまざまな影響を受けて育ちます。この人の影響だったり環境の影響だったり、この時に学びながら成長していき、最も快適に生き延びるためにあらゆる方法を、どのように人と接すればいいのか、どのように立ち振る舞えばいいのかを学びます。そして小さな成功体験を重ね、こういう時はこうすればいいんだ、ああいう時はああいう対応をすればいいんだと、生き残るための術を獲得していきます。その時に生き残るために身につけた術、これを性格と言います。例えば明るい性格の方がいたとします。いつもニコニコして誰とでも話すことができ、その場にすぐに溶け込めるような人、この方はこの生きていく過程ですね、この幼少期の過程でそのように振る舞うことによってとても生きやすいと感じた最善策です。ですからそのようなスキル、対応策が身について現在に至っているというわけです。また反対にあまり喋らない寡黙な人もおられます。そのような人はこの生きていく過程でですね、あまり喋らずおとなしくしている方がこの人生ですね、この生き残るためにとても有利だったから、そのようなスキルを身につけて育ってきたと考えられます。それが今のあなたの性格を形作っています。ここでもう一つ重要なお話をします。よく性格がいいとか悪いとかというのがありますが、確かにどうしようもない方もおられるかもしれません。ただ性格をいい悪いで考えることは私はあまりお勧めしません。特に自分自身の性格を見るとき、判断するときはそうです。それよりも現代社会で生きやすい性格、生きにくい性格というふうに考える方をお勧めいたします。では次に性格を直す方法についてお話しします。ご自身がこの現代社会で直したい性格、この性格は直したいというのがあると思います。どのようにすれば変えることができるのか、これは
非常に簡単です。今その性格ですね、こういう風に変えたいと思っている性格があったとしたら、その性格を変えようとしてはいけません。まずこれが1点。なぜなら変えようとすればするほど変えることが困難になるからです。これは宇宙の法則で作用反作用の法則というのがありますが、ここにもこの作用反作用の法則が働いてしまうからです。無理に抑えようとすればするほど、無理に変えようとすればするほど、その反対側の力、変えないようとする力が働き、無理に変えようとするとさらに大きな力が働いてしまいます。ですからなかなか変えることができません。じゃあ変えれないじゃないかと思われたかもしれません。しかし方法はあります。それは気づくということです。ゲシュタルトセラピーという心理療法の学派があります。その創始者のフィリッツ・パールズはこのように言っています。気づきの回避が病理を生む。気づきさえあれば治癒に必要な変化は自然に起こる。そして気づきとは判断もない、解釈もない、思考でもない、ただ映すのみのことを言います。つまりどういうことか。その嫌な性格、変えたい性格ですね、その性格が表に出てきたと、その時にああまた私はこのような立ち振る舞いをしているなというふうに気づくだけですね。ただこれだけです。性格ですから知らず知らずのうちにそういうふうに振る舞って後で気づいて、ああまたやってしまったというようなことになっているかもしれません。後で気づくことは全然気づかないよりもいいですけれども、今その性格を使っている時ですね、その性格が表に出ている時に、ああまた私はこういうふうに立ち振る舞っているなというふうに意識して気づくだけで構いません。これで先ほどの作用反作用の法則も働きません。こんなことで変わるのかと思われたかもしれません。しかし私が知る限りではこの方法が最善策だと考えています。これは専門的に変容の逆説的理論と言われています。ただ今の自分自身に気づいてそれに浸るだけです。さらにもう少し言えばメタ認知といって自分自身をですね、もう一人の自分が見ている状態をイメージして、そのもう一人の自分がああまた自分はこのように立ち振る舞っているなというふうに微笑ましく見るようにすると、自分自身の性格に浸るようにするとさらに効果的です。はい、いかがでしたでしょうか。本日は自律神経と性格の関係についてお話ししました。はい、今後も自律神経関係の情報、思考の切り替え方や心理学的な内容もお伝えしていきます。これらを見ていただいて改善策、予防策としてご利用いただければ嬉しく思います。ですからお見逃しのないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。またメールマガジンでは動画ではお話しできないような内容、さらに深い情報などもお話ししています。下の説明欄にリンクがありますので、そちらの登録もよろしくお願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。